今からお話しするのは、豊永さんと私の、マイコプラズマグループの話をします。それで目指すことは何かって言ったら研究ね。でなんか去年までこれ言ってなかったんですけど分かりやすく単語で言わなあかんなと思って3つ考えた。で1つはクレイジーな。クレイジーっていうのはダメっていう意味ではなくってなんかものすごい大好きとかものすごい素敵みたいな意味です。でクレイジーな、普通の人には思いつかない超素敵なことを考えて、でもグダグダではダメでしっかり繊細に考える。それでアウトプットはなんか学会ですごい研究見たでみたいにみんなが帰りの時に他の研究室の人たちが言ってくれるような研究をしたいっていうか、それができるような研究しかしたくないと私は思ってます。それで、今研究室、私たちのグループがフォーカスを当ててるのは細胞形態と進化、それがこの地球上でどういうふうにできてきて進化してきたかっていうことですね。でこれが、授業でも言いましたけど元の何もできない細胞で、そこから例えばペプチドグリカン層バクテリアの細胞壁ができて、そして DNA を分配するっていう能力ができて、それで私たちが今見ているバクテリアの形になったと。それでバクテリアとアーキアの関係はよくわからないんですけども、アーキアにはこのペプチドグリカン層がなくて細胞が柔らかいので、ですから一部のアーキアはアスガードアーキアになって、膜をいろいろ作ったりいじくったりする能力を得てですね、それでユーカリアになりました。で一部のバクテリアはこれはペプチドグリカン層が宿主の、自然免疫のターゲットになるので、それをやめてもう一回その柔らかい細胞に戻って、でそうすると動けなくなるからそれらはマイコプラズマとかモリクテスとかっていうんですけども、それでもう一回それぞれ独自の運動能を獲得したわけです。でこれを明らかにするっていうプロジェクトをちょっと私が中心で文科省のちょっとかっこいいプロジェクトやってるんですけども、で大阪市立大学のグループでは、ここにフォーカスを当てている。でこのモリクテス抗がただの丸い細胞でそこから形になって動けるようになる時に何が起こったかっていうことを考えると多分こうで、しかもそれは全ての細胞がどういうふうにして動けるようになったかっていうことをギュッと凝縮してると思います。でそれはまず最初に動けない細胞でも、動けないといっても細胞の中には ATP 合成酵素とかあるいは、ヘリケースとかバリバリ動いてる他の目的のためにバリバリ動いてるタンパク質がいっぱいあるわけです。でそいつらがですね変異が蓄積して動きがなぜか増幅されたわけですね。それがステージ1です。でさらにそこからその動きが効率よく外界に伝わるようになってピュッと走れるようになる。で私たちの目的はこの境界を一体これが何が違ってそれぞれの動けない動ける動けないバタバタ動くピュッと歩くに変化するかっていうことを、その境界を私たちは実験で調べたいという研究をしています。それで、注目しているのは合成細菌で2016年にクレイグ・ベンター研究所で発表されて世界中大フィーバーちょっと大げさかもしれないけどものすごいインパクトを与えたものがあるんですけども、それが私たちが普段使っているもので、合成細菌 JCBI-C3 です。でそれがモリクテス抗細菌が起源でマイコプラズマが起源で合成した最小 DNA でゲノム操作当然できますし運動能はありません。でこれがよく見せますけども私たちの研究の一つの目立ったアウトプットで、これ合成細菌に、スピロプラズマの7つの遺伝子を発現させると、これが元のスピロプラズマでこれが動かない合成細菌の元の合成細菌で、これに7つの遺伝子を発現させてやるとちゃんとヘリカルになって螺旋になってピュッと泳ぐようになりました。でさらにこれの研究を詰めてですね、一体これは泳いでるんですけども何を与えれば動けるようになったかということを調べたわけですね。でそうすると5つのバクテリアのアクチンがこの必要な遺伝子の中にあったんですけども、その中の私たちが突き止めたのはその中のこの 5番と2番そして4番と1番の組み合わせの一つの組み合わせで、例えば5451だと螺旋になって泳げるようになる。
でさらにこれが2421だとなんとなく螺旋になってなんかバタバタ動くということを明らかにしたわけです。でこれがですね世紀の大発見で私たちの目標を明らかにする獲得することができたので実現することができたので例のネイチャーマガジンに送ったら普通ネイチャーに送ってもすぐダメって返ってくるんですけども大体10日ぐらい経って10日ぐらいの間にこうだんだん審査も進んでるからなかなか難しいと思うけどひょっとしたらネイチャーに載せてもらえるかもしれません。それで私たちの研究は今お話したように運動の獲得の瞬間を運動の獲得のプロセスを合成細菌で調べてこの地球上の細胞が動けるようになったなぜそれができたかということを明らかにする。そしてマイコプラズマ研究を長いことやってる運動の研究を長いことやってるからファインなすごい細かい難しいことを調べる技術がすごい蓄積してるわけですね。ですから分子と細胞の動きそしてその構造を効率よくそして原子レベルで明らかにすることができます。で例えばですね、これは動きを見る方ですけどもいろんな、これは光学顕微鏡で光ピンセットでマイコプラズマを捉えたっていう習慣ですけども、すごい難しい光学系もできますしあるいはハイスピード FM とか私たちに発想があってそして技術をいつもキープしてるわけではないけどこんな技術が使えるということが分かっていてそして人脈がねすごい実はあるんですよ。今までいろんなすごい先生たちと共同研究してきたからねだから効率よくできます。でさらに最近注目しているのが2017年にノーベル賞になったクライオ電子顕微鏡法です。でクライオ電子顕微鏡すごく高くてちょっとしかなかったんですけどもだんだん日本に増えてきてで私たちはクライオ電子顕微鏡をなりわいにしてる先生たちにいっぱい友達がいるのとあと医学部に一番会計士が入ってるのでこの3種類のクライオ電子顕微鏡に、かなり自由にアクセスしてます。それであと計算はうちの研究室で全部やってます。でこれつい最近豊永さんが明らかにしたマイコプラズマモービレの実習で使ったマイコプラズマモービレのモーターの一番中心の部分をクライオ電子顕微鏡法で原子レベルで明らかにした。でこれもうちょっとその細かいところ調べないといけないんですけどもすぐネイチャーに投稿しようというふうに考えています。それでだから皆さん私あと4年しかなくて皆さんドクターまで行ってくれたらちょっと時間足りないんだけど、できたら一緒に大発見の論文を書きましょうと言いたいんですよ。私たちと一緒に大発見の論文を書きましょう。大発見論文の大論文著者候補1案これは何かって言ったらグループのメンバーのリストなんですけども、今言った合成細菌の、ゲノム操作そしてゲノムいろいろ操作してこんなことが起こってる起こってないもっとこうしようっていうことをやってるのが、この3人でこれちょっとねもうちょっと人少ないので増やしたいんですよ。あとはさっき言ったように構造と動きを調べてる人たちがこちらになってで、一番下になるのが、できれば論文をすごい大論文のサポートをできればいいなと思っているのが、こちらの人たちになります。